自然災害は予期できないことも多くあります。暴風、暴雨、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など異常な自然現象によって生じる被害は予想をはるかに超えて私たちの暮らしを脅かすのです。そんな被害に遭って困るのは人間だけではありません。動物たちにとっても命がけです。そこで今回はハリケーンで被害に遭ってしまった動物たちの話をお伝えします。2017年8月にアメリカ・テキサス州とルイジアナ州に上陸したハリケーンハービーは壊滅的な洪水と多くの死者を出したカテゴリー4のハリケーンでした。凄まじい暴風雨が引き起こした洪水によって甚大な被害をもたらしたのです。そんなハリケーンが接近する中、暴風が吹き荒れたテキサス州ヒューストンではタクシーに珍しいお客様が乗り込んできました。それは1羽の鷹でした。まるでちょっと避難させてくださいなと言わんばかりにタクシーに乗り込み、嵐が過ぎ去るのを待つことにしたのです。驚いたのはタクシー運転手のウィリアム・ブルーソさん。どうしたものかと戸惑っていましたが、この場に留まっていたらハリケーンの被害に巻き込まれてしまう。ともかく運転手さんは無賃乗車の鷹を乗せたまま走り出しました。これまでにない規模のハリケーンとこれまでにないお客さんというダブル奇跡遭遇を果たしました。突然鷹が車内に入ってきたんだよ。怪我はない様子でなんだか怖がってるみたいなんだ。こういう時の対処法がわかる人がいたら連絡くださいとウィリアムさんはコメントしています。ウィリアムさんの車内に避難してきた鷹はウィリアムさんを見つめながらも出ていく様子はありませんでした。ウィリアムさんに話しかけられ、胸を撫でてもらったり、手袋の上にちょこんと止まったり。鷹はよほど怖い思いをしたのかもしれません。どうしてもウィリアムさんのそばを離れたくはなかったようです。一方のウィリアムさんもかなり情が移ってきたようです。鷹もウィリアムさんに懐いてきました。周囲の天候はまだ荒れているため、ウィリアムさんは一旦鷹を自宅にかくまうことにしました。その後ウィリアムさんは鷹にハリケーンにちなんでハービーと名付け、一時的に保護することにしました。出会ってからそんなに時間が経っていないにもかかわらず、ハービーはくつろいだ様子でウィリアムさんの手からしっかりご飯も食べました。ハービーは人懐っこく可愛い。こんなに可愛いならこのまま飼いたいくらいなのですが、ハービーのことを思うとこのままではいけないとウィリアムさんは思っていました。なのでハービーを安全な場所で適切に保護してもらうことを決意しました。そして野生動物保護センターに連絡し保護されることとなりました。今回ハリケーンによって思わぬ出会いがありました。本来ならば大自然の中プレデターとして狩りを行う鷹という生き物と愛情を感じる時間が過ごせたことを神様に感謝しています。魔法のような2日間でした。我々を気にかけてくださった皆様、本当にありがとうございましたとウィリアムさんは話しています。500年に一度の大雨を降らせることとなったハリケーンハービーですが、一人と一羽に予想外の心温まる出会いをもたらしました。猛禽類である鷹がまさかタクシーに乗り込んできたことは本当に驚きですね。もしタクシーに避難していなかったら鷹は命を落としていたかもしれません。心優しいウィリアムさんと巡り会えて本当に良かったですね。このハリケーンハービーの被害は人だけでなく動物たちにも及びました。災害時はどうしても人命優先になり、それはやむを得ないことです。しかし普段人間たちと一緒に暮らしているペットの動物たちはやはり人の手助けがないと避難できません。ハリケーンハービーの被害に遭ってしまった多くの動物たちが救助されました。自分でタグボートを所有していた男性はこのリクガメを救助することに成功しました。リクガメは泳ぐことができませんし、たとえ泳げる種類のカメであったとしてもこの洪水の中では安全でいられるはずがありません。テキサスロングホーンも人の手によって安全な場所に移動させる必要がありました。別の場所で救出されたこちらの鹿は毛布にくるまれ消防署のオフィス内で休んでいます。カヤックに積まれているガラスのケースにはヘビやヒョウモントカゲモドキなど爬虫類のペットたちが入っています。
この犬はおそらく家の中に取り残されてしまったのでしょう。救助に来てくれたボートに飛び乗りました。動物保護団体が訴えたボランティアの呼びかけに応じて、動物救助隊が現地に駆けつけて、複数の団体が洪水の被害に苦しんでいる動物たちの救助をしました。救助された犬や猫はニュージャージーやオレゴンへ輸送され、現地の動物シェルターで身の安全を確保されました。アメリカ各地からはボランティアが多く訪れ、被災者だけでなく被災した動物たちの世話をしたそうです。ハービーの規模が拡大し、被害が予想された段階で動物たちを避難させ始めた動物保護施設もありました。このように無事に救助された多くの動物たちがいた中、その一方で大変な状況に追い込まれてしまった動物たちもたくさんいたそうです。アメリカでは2005年8月にハリケーンカトリーナがミシシッピ州やルイジアナ州などを襲いました。この時多くの死者、行方不明者が出た一方、ペットや家畜などの動物たちの避難、保護に対する用意が不十分であったという指摘がありました。この反省をもとに翌2006年、ペットの避難と輸送に関する基準法が適用されました。この法律は大災害が起きた時の対応を管理・監督する連邦緊急事態管理庁に対し、ペットの動物たちの取り扱いも緊急避難のプランに含めるよう要請するものだそうです。日本も台風や地震など災害に見舞われやすい国です。まずは自分の身の安全、そして周りの人への手助けが第一ですが、ペットの飼い主たちはペットの安全を確保することも大切な災害対策の一つであることを意識したいものです。災害が起こった後、人のために用意された避難場所にペットが一緒にいられないことも多くあります。その場合はどうしてもペットだけが別の場所で暮らさなくてはいけなくなります。ハリケーン、ハービーによる災害の場合も多くの動物たちが避難場所を求めていました。そういう動物たちについて被害のなかった地域に呼びかけを行い、一時的に動物を預かることができる人たちの協力を求める活動もされました。またお金だけでなく、犬や猫のトイレや大型のケージなどの寄付も行われました。このような種類の協力も災害時には大きな手助けになることを覚えておきたいですね。自然災害はいつどこで起こるか分かりません。人間と同じように動物たちも災害に遭った時は助けを必要としています。そんな時は尊い命を守る行動をしていきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。